Hi everyone, it's Alan. Thank you always for your support. いつもありがとうございます。日本は本当に今すっごく暑いんですけども、皆様のお国ではいかがでしょうか？そうですね。今5月もう終わって、もうすぐ6月に入ろうとしているところなんですけども、うーん、まあ、そうですね。日本では春といえば、新学期、入学、就職、その新しいスタートが始まる、頃ではあるんですけども、ちょうどその4月から始まって、今2ヶ月が経とうとしていて、だんだんと、新しい環境に慣れて、いろいろ感じるところが出てくる時期だと思うんですけども、皆様いかがでしょうか？私は、変わらず、そうですね、この YouTube の動画を通じて皆様と、コミュニケーションをとって交流させていただく、こういう動画制作と、スポット的にですね、あの、単発でのバイトをしたりして、過ごしております。先日ですね、単発の仕事で名古屋に行ったりしたんですけれども、ほんと1日のほんとの短いお仕事ではあったんですけども、すごく充実した時を過ごせました。もう行ってすぐ帰るというもう慌ただしい1日にはなったんですけれども、もうすごく濃い時間、自分のためにも勉強になりますし、新しい出会いもあったり、すごく本当に良かったなぁと感じています。やっぱり行動することって大事だなぁと、はい、感じました。時々、その会社も長年勤めていたので、あの、会社員としてのサイクル、いろいろ、仕事になって、しんどい時もあったんですけれども、その、会社員って楽な部分もあると思うんですね。特にそこまで、え何かを考えなくても、一応決められた時間に会社に行って、お仕事をして帰ると。帰る時間は私の場合、前の職場はすごく長い時間を働かなきゃいけないところだったので、あの、かなり疲れ果ててしまったんですけれども、例えば朝9時から夕方5時までとか、朝9時から夕方の6時までとか、きっちり始まってきっちり終わる。そういう職場であれば、体のサイクル、時間のサイクルはうまくいくとは思うのですが、どうしても、私の場合は一人親っていうこともあって、なかなか、就職、できないという状況があります。やっぱり、面接の時に、あの、一人親です。子供が、一人で育ててるので、何か急に、体調を崩したりとかした場合は、突然休むこともありますが、精一杯頑張らせていただきますと、まあ、えー伝えてはいるんですけれども、やはり、そういう人と、全然いつでも、あの、一人暮らしされてて、特に、あの、お子さんもいなくて、えーそうですね、旦那さんだったり、奥さんだったりもいないっていう方と、一緒に、面接した場合、もう、会社にとってはやっぱり私より、そういう一人で、融通の利く方を採用しますよね。だから、
そうですね。結構皆さんもご覧になられている方も多いかとは思うんですけども、その日本で、一人で暮らしてて、結構働いてますっていうのは、私から見ると結構当たり前というか、自分自身はもっとそれをした上で、一人で夫が亡くなってるので、もう本当にお腹にいる時から生まれてから、もうずっと一人でやって、仕事も、フルタイムで、働いてっていう風のをやっていって、もう全く、そうですね、5年間寝てなかったので、もう、そうですね、全く寝てなかったです。ぐっすり眠った記憶がない、期間を過ごして、最近は子供も小学生上がって、ってなってて、もう小学生なので、あの、ええ、寝れる日も増えてはいるんですけれども、はい。ただそういう、本当に乳幼児の時って寝てなかったです。全く寝てなかったです。そういうのを経験しているので、もうそう、一人で、残業ですってやってる方、動画で見るんですが、全然、大丈夫じゃないって、私から見ると感じるんですけれども、うんうん。大変じゃないんじゃないというか、あの、どうとでもできますよね。そういう一人、自分のことだけを考えて、その人生のプランを考えるんであれば、もう本当、若かったら余計にそうですし、若ければ若いほど融通ききますし、いくらでも、あの、なんですかね、未来があるというか、あの、できるので、私は全然、あの、そんなに大変そうには見えないんですけれども、ただ、人それぞれ価値観はありますので、うーん、やっぱり奥さんがいます、旦那さんがいます、両親揃ってて、二人で子育てされてるっていうご家庭でも大変っておっしゃってる方もいらっしゃいますし、それは本当、価値観人それぞれだとは思いますね。きっと私ももし夫が生きていたとしたら、あの、そうなってたんだと思います。いるけど、大変大変って言ってたと思うので、やっぱり人って、その状況に自分自身が陥ってみないとわからないですよね。どうしてもやっぱ想像だけじゃ限界がありますし、から、なんでしょうね。やっぱ、それはもう重々に分かっているつもりではいるんですけれども、なんか、全然、大変そうじゃないのに大変っていうのを見ると、なんかちょっと悲しい気持ちになりますね。うーん。いや、世の中にはもっと苦労されてる方もいらっしゃいますし、はい。皆様の中には、本当にもう明日生きるだけでも大変っていう方々もいらっしゃると思います。なので、本当に、コメントでも、以前いただいたことがあるんですけども、あなたには、あの、お子さんがいるから、全然大丈夫だよって言ってくださる方がいらして、本当にそうだなって感じました。なんかどうしても私ってもう一人だ、もう一人でどうにしかしなきゃいけない。うん、どうにか、息子を育てなきゃいけないし、もう一人では無理だよ、無理だよっていう風に、なんかすごい思ってしまっていたんですけれども、考えてみると、息子がいるだけで幸せじゃない。え息子と一緒に笑って生活できている。もう本当にこれだけで幸せじゃないと、はい。
そのコメントをいただいて、いろいろいただいて、感じました。うん。もう本当に生きてるだけで幸せですよね。あの、朝になって、目が覚めて、あ、今日も自分生きてるって、本当これって奇跡ですよね。あの、人間、動物、もう生きているもの全てですけども、本当に命って儚い。で、一瞬でなくなるものなので、はい。本当それだけで幸せなことですよね。うん。ですね。なんででしょうね、その人間って、こんなにそれだけで幸せなはずなのに、なんかしんどいなとか、辛いな、なんで私だけこんな人生になってしまったんだろうって、すごく思ってしまうことありますよね。私も今、この状況だけで、本当に生きれてるだけで幸せなことなはずなのに、やっぱどうしてもそう思ってしまうことはあります。はい。うーん。うん。ただ、こうして YouTube を始めてみて、世界の皆様とつながることができて、いろんなお声をいただいて、本当なんか楽しいお話、各国の楽しいお話、文化をシェアしてくださって、とっても、コメント読んでて、嬉しい気持ちになります。本当に。日本どうしても日本に住んでるんで、日本だけの、狭い中で考えてしまうんですけれども、やっぱり、ほんと世界って広いですよね。ほんといろんな考え方、いろんな文化、いろんな食べ物、いろんな考え方、かぶってるかもしれないですけど、そうですね、もうほんとに人それぞれいろんな考えがあるので、そういうものに触れれるこの YouTube という、あのこれ世界で繋がれるツール、本当に貴重だなと感じました。その思い切って、やっぱり自分のことを、伝えるの、当初すごく躊躇したんですけれども、これ始めて良かったなと改めて感じております。はい。ちょっといろいろ自分の気持ちを伝えたりとか、見せたりとか、あのそう、まだまだどうしようかなと悩んでしまうこともあるんですけれども、なるべく自分の、あの、そこを、乗り越えるというか、はい、そうですね、自分の気持ちを、えー皆様にどんどん伝えていけるように、はい、頑張ろうと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。My son said he really wanted to eat something specific, so we stopped by a convenience store called Ministop. This is a treat my son was craving. Banana の味が濃厚で美味しいです。
これ前回買ったやつなんですけど、どうですかね。似合ってますか。300円でこれ手に入るっていうのはすごくいいですよね。I'm so glad we got to spend this sweet, simple moment together. Thank you always for your support. We will continue to do our best, just the two of us. If this video touched your heart even a little, please like and subscribe. I look forward to your thoughts in the comments. See you in the next video.